Inter FM 東京ミュージックレーダー、今夜のゲストはシンガーソングライターの紫今さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてですね。はい。まあ、私はしょっちゅう TikTok などで拝見させていただいておりますけれども、 ありがとうございます。紫今さん、これ何とお呼びすればよいですか？皆さんから何て呼ばれてますか？今ちゃんでお願いします。今ちゃん。私今日初対面ですけど、ちゃんでもぜひぜひちゃんでお願いします。みんな今ちゃんなんでも OK です、はい、全然私のこともよければみかこちゃんとみかこちゃんではいお願いします。お願いします。はい、じゃあ今ちゃんのプロフィールを簡単に私の方からご紹介させていただきますけれども、ハスキー、パワフル、繊細な歌声かつホイッスルボイスを含むハイトーンボイスまで使い分ける抜群の歌唱力を持ち、作詞作曲編曲をすべて自ら行う23歳のクリエイターです。先日5月29日にですね、23歳の誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日は何か しましたか？私ハードロックカフェっていうはい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 、ご飯屋さんがすごく好きで、はい、でもあんまりこう家の近くになくて、それを食べましたということにした方がいいですね。そうですね、すいません。それを食べました。いいですね、はい、ちゃんとお休みだったんですね。はい、ちょっと多分最近お忙しいと思いますので、今日はプライベートのこともちょこっとなんか伺えたらなんて私個人的にも思ってるんですけれども、はい、ぜひ、紫今さん、今ちゃんを深掘っていきたいと思います。今週来週とたっぷりお話聞いていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですね、今ちゃんのルーツについてちょっと伺いたいんですね。本当にいろんな楽曲を、リリースされていると思います。ズバリ本当に音楽のルーツ何なんだろうってすごく気になったんですけれども、幼少期に聴いていた音楽などってどういった音楽だったんですか？母が、ゴスペルをやってて、で父がなんかジャンベっていうアフリカの太鼓をストリートミュージシャンでやってて、すごい。そうなんです。でもう2人ともそのアフリカの音楽がすごく好きで、バンドみたいに生演奏でお父さんがジャンベ叩い、父がジャンベ叩いて、母が歌ってみたいなことをやってたりとか、そう基本的にやっぱソウルとかジャズとか R&B とかも2人とも好きだったんで、もうブラックミュージック全般っていう感じですごく聴いて育ちましたね。そうなんですね。いや本当に楽曲を聴いていて、J-POP というものだと思いつつも、そういう本当にいろんなルーツ、ブラックの雰囲気だったり、そのなんていうのかな、そのメロディーラインというか、歌い方っていうのもすごく感じて、これはどっから何がどうなってこんな楽曲たちが生まれてるんだろうって結構本当に今日はいろいろ伺いに来ました、私は。何でもございます。はい、ありがとうございます。音楽活動自体はいつ頃からされていらっしゃるんですか？なんか結構ちっちゃい頃から地元のこうお祭りのステージで歌うとか、そういうことはやってて、でも紫今っていう名前で活動を始めたのはコロナ禍ぐらいですね。2023年ぐらいに最初の曲をリリースしてっていう感じです。それまでは動画投稿などをされて。そうですね、弾き語りとかでカバー動画上げたりっていう感じでした。昔からじゃあ歌うことが好きだったんですかね？はい。ギター弾き語り、一番最初にその手に取った楽器っていうのはギターだったんですか？ギターですね。それは何かきっかけがあったんですか？なんかやっぱりこう歌の活動をしたいとは思ってて、ちっちゃい頃から、でもやっぱ何かの楽器が弾けないと動画投稿するにもやっぱ難しいので、ってなった時にピアノかギターかってなったら、ギターの方がハードルが低かったので、で弾き語り女子ブームとかもあったので。ありましたよね。ゆいさん、みわさん。そうです、あいみょんさんとか、時期ドンピシャに中高生ぐらいだったので、ギターにアコギっていう感じです。私も実は全く同じ理由でギター部があったんですけど。同じです。本当ですか？軽音楽じゃなくてフォークソング部っていうのがあって、うちは。私はもう完全クラシックギターだったんですけど、でもクラシックギターでバリバリ弾き語りしてましたね。うわー、かっこいい。やっぱりギターが持ち運べるし、このギターと私さえあればっていう状態で活動して活動の幅広げられるなと思って始
始めたのを今ちょっと思い出しましたね。でもその後動画投稿などを見るとピアノだったりとか、今もいろんな楽曲を作られてますが DTM とかもその後始めていったっていう感じなんですかね。そうですね。それこそそのコロナ禍紫今っていう名前でやり始めたぐらいに DTM を初めて触って、もうそこからぶわっと幅が広がったっていう感じです。最初なんかすごいなんていうんですか、よく私も聞かれたりするんですけど、やっぱりその楽器を使ってた状態からその DTM ってパソコンと向き合うわけじゃないですか。なんか難しさとかなんかありました？なんかだいたい DTM のソフトって英語が多いじゃないですか。そうなんですよね。で英語も読めないし、なんかパソコンの使い方もよく分かんなくって、なんか分かんないけどマイクの右だけ聞こえないとかありましたね。そうですよね。そういうところからねので、もうブチギレてバーンってこう机を殴ってイライラしながらもうわけわかんないってなりながら、パソコンと向き合うことがまず大変でした。 DTM 自体よりも。そうですよね。でボロボロの使ってたんで。そうなんです。パソコンのなのでもう本当大変でした。でもそこから曲がどんどんできていってということですね。音楽そのものをじゃあ始めたきっかけっていうのもそのギターでも最初にあれかのお祭りとかで歌うことからだったんですかね。そう遡るとですね。もう私は曲作りたいとか何より、本当に歌いたい、歌手になりたいっていうところから始まってて、ミュージカルとかもすごく好きだし、ゴスペルとかミュージカルって歌じゃないですか、どちらかといえば。だからなんかイメージ的に言ったらボカロ P になりたいとかよりは、その歌手になりたいっていう、歌い手側にね、歌い手になりたいっていう方の気持ちが強くて始めたっていう感じです。実際にその歌手になりたいって思った、きっかけの、存在だったり影響を受けたアーティストっていらっしゃったりしますか？そうですね、いろんな方がいるんですけど、やっぱり私の歌唱の面ですごく影響を受けてるのは玉置浩二さんで、母がすごく好きでコンサートとかも連れて行ってもらったりとかしてて、なんか私の中で日本の歌手の方で、こう歌のこう手本というか見本というか、これがこう歌声のあるべき姿だっていうのがやっぱり玉置浩二さんなので、なんかこうあれを目指してすごくいろんなことを歌声に関しては頑張ってるっていう感じですね。特にライブは、生歌は本当にそうです。いやでも本当に玉置さんの生ライブというか、その、ライブ力っていうんですかね、そこでの歌唱はもう本当に大尊敬というか、もうそれこそさっき今ちゃんがおっしゃったようにお手本にすべき一番の例というか、そういう存在でいらっしゃいますから。そうですね、玉置さん確かに私も先日8ジャムの番組でアーティストが選ぶそのすごくうまい歌手たちっていうそういう特集があって、そこのアンケート答えさせていただいたんですけど、やっぱり玉置さんは外せなかったですね。もうそうですね、絶対歌手になりたいならまず玉置さんの歌を聴くべきだってすごく思う、本当に心震える歌を歌う方なので、でも案外あれですね、ちょっと今ちゃんの音楽を聴いてる上でだと、その本当にいろんな歌唱スタイルもすごく結構ジャンルが幅広いと言いますか、本当に変幻自在だなっていうふうにすごい思っていたので、玉置さんが最初に出るっていうのは結構意外だったかもしれないですね。そうですね、なんかこう音源のとかレコーディングの時に使う歌唱力と、ライブの時に使う歌唱力って全く違うと思ってて、そのライブの方がもう 120% 玉置浩二さんっていう感じで、なんかある意味レコーディングとかの方は本当になんか名前挙げるのも大変なぐらいいろんな人の影響を受けてて、逆に玉置浩二さんをリスペクトした歌声を、反映させてる曲っていうのは、
結構私の曲の中ではそのレコーディングで反映させてる曲は結構少なくて、そうなんですね。そうですね、本当アルバムの曲の新曲書き下ろした曲の、ちなみに何の曲ですか？革命参加とか、最後の曲ですね。そうですね、最愛とかその辺の曲。でも今挙げてくださった2曲どちらもすごい言葉が伝わってくる、言葉を多分すごく大事にして曲も作られて実際に歌われた曲なんだなっていう風に聞いてて思っていたので、まさにですね、玉木さん、そうですね、リズムが入っているんですね。言霊が大事な曲は本当にそうですね。ありがとうございます、ちょっとさらにアルバムの話だったり歌唱の話はまた後ほど伺いたいんですけれども、一つですね、ここで情報を皆さんにお伝えしておきたくて、6月7日と8日に行われる東海地区最大級のライブサーキット栄スプリング2025に私が所属するナギーレンもあと紫今さんも出演します。はい、楽しみですね。楽しみです。サカスプは何度かご出演されてますか？初出演ですね。初なんですね。はい、そうか。同じ日なんですよ。6月8日日曜日の私たちナギーレンは4時半、クローバーハウスにて出演で、紫今さんは6月8日日曜日17時から、名古屋クラブクワトロにて出演されます。はい、楽しみですね。そしたらちょっと名古屋クラブクワトロでの景色はまたすごくいいものだと思うので、ちょっと皆さんぜひサカスプ遊びに来てください。よろしくお願いします。さて、紫今さんは今ちゃんはすべての曲の作詞作曲編曲歌唱を全部ご自身で行っているということなんですけれども、すごいですよね。これは本当に編曲まで、その一番最初は何から始まるんですか？曲作りは弾き語りとかだったりするんですか？これ全く曲によって全曲違くて始まり方が、例えばこの凡人様って曲だとビートから先に作ったりとか、こういうビートの曲を作りたいっていうところから始まるんですか？そうです。ビート作ってコード打ち込んで、歌詞は別で作って、その歌詞を見ながらそのもうできてるトラックにこう当てはめ、メロディーとふわりを当てはめていくみたいなラップみたいな曲もあれば、バラードとかはもうメロディーと歌詞が命なので、弾き語りで作ってギター弾き語りで作って後から編曲したりとか、もう本当それぞれっていう感じです。で実際その、種もまずじゃあ自分からそれもそのビートからだったり歌いたいことがあるっていうところから始まったりも しますか？そうですね、基本的に全部の曲が歌詞は私別でこう保存してあるんですよ。いわゆるいくつかストックというか貯めてあるっていうことですね。そうですね、だからこう凡人様っていうタイトルにこういう歌詞っていうのがデータとしてあって、なんかこうそれにこう命を吹き込むことが私の中で曲にするっていうことみたいなこう順序があるので、歌詞と曲を組み合わせるパターンもあれば、歌詞から曲を作るパターンももちろんあって、だからこうさっきの質問の答えで言うと、歌詞の時点でその伝えたいことみたいなのはそうですね、成立してるみたいな感じですかね。伝わります。なんか歌いたいことがあって、そこからメロディーを作ったり、そう命を吹き込んで音を、紡いでいくっていう、そういう流れもあるっていうことですね。そうかね。完成するまでもうそのトラック編曲もご自身でされているということなので、そのもうデモの段階である程度作り上げちゃったりするんですか？そうですね、結構もう作り込んじゃうパターンの曲もあれば、それこそアレンジが命の曲と、意外とアレンジそこまで細かくせずにバーンってバンドで録音する曲とかもあったりして、例えば魔性の女へとかだともう編曲でその曲そのものの肝になっちゃってる曲なので、あれはすごいですね。その曲のテーマにもいるんですけど、
各国を渡り歩く、時代を渡り歩く魔性の女 A っていう生き物を音楽で表すってなったらもう A メロ B メロで違う全く違う音楽ジャンルというか国を表すみたいなことを編曲でしなきゃいけないってなるともうほぼほぼデモの段階っていうよりはもう最初からデモ作ろうというよりは最初からもう完成させに行く作り方をしてる曲もあれば、正面とかっていう曲は結構もう青春の晩さんもバンドサウンド系の曲はもうある程度自分でジャガジャガ弾いて、ドラム打ち込んでベースラインある程度やって、でそれを元にバーンって弾いてもらって、いやでもここはもうちょっとこういうベースの音がいいとか、ここはこういうピアノが良くてとかっていうのを細かく調整していくみたいな作り方の曲も結構あります。すごい、そうなんですね。いや一番最初に自分はボカロ P、そのなんていうんだろうな、制作側っていうよりはまず歌い手になりたいっていうところから多分この活動も始まってると思うんですけど、そこからこの編曲をするっていうところに至るまでって、やっぱりなかなかなんていうんですかね、直結しなくはもちろんないんだけど、やっぱ本当に歌うだけっていう選択肢もあるじゃないですか、その中で編曲も自分の脳内で描いているサウンドもしっかり自分で表に出していくっていう選択を今されているわけで、それがそれでここまで持っていけてるって言い方あれですけど、それでここまでなんていうんだろうな、今ちゃんの脳内の世界観がバッて出し切れているっていうんですかね、出し切れてると思うんですけど、それが本当にすごいなと思っていて、本当に多分いろんな楽曲を多分今まで聴いてきていらっしゃいますよね。はいもう本当にさっきルーツというかちっちゃい頃聴いてた曲っていう質問で言うとやっぱブラックミュージック系なんですけど、親が世代なので清志郎さんとかリンドバーグさんとか、あと小室哲哉さんとからへんの頃の J-POP もすごく聴いてたし、なんかシティポップに自分でハマったりとか、あとボカロ世代なんですよ、めちゃめちゃに、とか K-POP だったりアニソンだったり、演歌とか本当にいろんなジャンルに興味を持って、それはなんていうのかな、成長していく段階でも自然と興味を持ってたものだったんですか？自然とですね、もうなんか例えば音楽の授業でそれこそクラシックの授業とか習って、ショパンとかすごいなんか惹かれて、でその時にこうネットが使えるようになる年になってから結構広まったって感じで、その時すぐ家に帰ってネットで YouTube で調べてもう一回聞くっていうところから広まっていったっていう感じで、じゃあ今ちゃんが今と今ちゃんが今って今ちゃんが今の活動をされている中で、こういう曲やってみようこういう曲やってみようって言って知っていくっていうよりは、やっぱり今生きてきた中である程度いろんなものに触れてきて、で今それをさらになんか広げていこうっていう思いでこういう楽曲たちを作られているってことですね。いや編曲もそうですけど、やっぱりいろんなジャンルをするってなると歌い方もやっぱりどうしても変わってくるじゃないですか、でいただいた資料にも変幻自在千変万化するカメレオンボイスっていう風に書いてあったんですけれども、その点はやっぱりご自身で曲を作られているからこそ、多分自分の強みストロングポイントとかそういうところもやっぱり分かっていらっしゃる上での曲作りだと思ったんですけれども、いかがですか？そうですね、本当にその通りで、今の時代とか流行り的にカメレオンボイス自体はいると思うんですよ、たくさん歌手の方でいろんな器用な表現ができる方で、究極言っちゃえば山寺さんとか声優さんとかってもうすごいじゃないですか。そうですね、声色使い分けて、声のプロですもんね。って中でもなんか私のカメレオンボイスってちょっと種類がこう違うのかなって、そこが強みだなって思ってる部分があって、
それこそこうボーカロイドとか、じゃあブラックミュージックとかって本当に一番端と端にかけ離れた場所にあるもので、ボカロのような歌い方って本当に無機質というか、いかに生々しくなく歌うかで、リズムとかもオンテンポで、でブラックミュージックとかもいかにグルービーに、いかに生々しい表現をするかっていうところで、でもそのどっちもが幼い頃からそのリズムの取り方とか歌い方が本当に毎日聞いて、毎日歌ってっていうのを育ってきてないとできないものだと思ってて、なんか今ってこういろんな音楽が聴けて、すぐいろんなジャンルを取り入れるってことができると思うんですけど、でもコード進行とかはそのまま真似できても、歌声のその解像度というか、クオリティみたいなものってやっぱりそれに触れながら育ってきてないと難しいと思ってて、いきなりこうネイティブの英語の文法は理解できて喋れても、ネイティブの英語って喋れないじゃないですか。そうですね、発音とかもね。だから私は多分きっとブラックミュージックの歌声がネイティブだし、ボカロネイティブだし、アニソンネイティブだし、 K-POP ネイティブなんですよ。そこのネイティブさ強いよ。ここは本当にいや負けないぞっていうのはありますね。逆にこう聞いた時に、あ、これは真似事で、これは育ってないネイティブじゃないなって分かるんですよ。ボカロでもネイティブ、そのブラックミュージックでもいろんなジャンル、だからなんかこう逆にあんまり専門にしてないところはやらないようにしてたりもしますね。その専門じゃないっていうと、そのボカロとか R&B 以外の私があんまりこう解像度が高くない部分は、だから逆にラップとかは、私はもう開き直って割とオリジナルラップでやってて、だから逆にこうラップを聞いてもそこの分野に詳しくないし、そこラップネイティブじゃないんで、うまいラップ、かっこいいラップ、ダサいラップ、うまくないラップっていうのがあんまり分からなくて、だからこうもうなんだろう、多分ゴリゴリのラップのビートにゴリゴリのラップみたいなことを私がやっちゃうと、なんかこう今の時点では本物の詳しい人たちから聞いたら、なんかこう絶妙な感じになっちゃうんじゃないかなって、そのクオリティが保証できないっていうの分かってるからこそ、なんかもう思いっきり J-POP の曲調に乗せたラップとか、ラップなのかな、歌なのかな、ラップっぽい歌だなぐらいの、なんかもうこれは紫間ラップですっていう風に開き直れる形でしかやらないようにしてるっていうのは結構あります。言葉が出ないですね。ちょっとすごいご自身に向けた分析力も高いですね。ありがとうございます。それをすごく思いましたね。今言語化も上手だし、ありがとうございますすごいそのなんていうの、知見がとにかくすごいなっていうのが今印象としてすごくあるんですけど、楽曲を聴いててもそうだし、今お話を聞いてても、でそのいろんなその知見を得た上で、その、ネイティブになった上でそれを出す練習というか、いわゆるボーカルトレーニングとか、そういうことはその昔からやってたりしたんですか？そうですね、小学生中学生ぐらいからボイトレをやってて、ででも結構基礎はそこで身についたんですけど、細かいそのネイティブニュアンスというか、主にその洋楽の質感みたいなものは完全に母がもうめちゃめちゃ厳しく、グルーヴ違うとか、本物はそうじゃないって声の出し方違うとか、そうなんだ、それはエセだよとか、あんたエセになってるってエセになるぐらいだったら洋楽歌うなって言われるから、私もその厳しい目線で他の人を見てる部分もあるし、自分に対して何より厳しくいるっていうのはすごくありますね。一番近くにそうやって言ってくれるお母様がいらっしゃったからこそ、それが今すごく生きてるんですね。生きてます。すごい、ありがとうございます。ちょっと
曲だけじゃなくて私はちょっと歌詞についてもちょっといろいろ伺いたくてですね、今ちゃんのその言葉のルーツはご自身としてはどこから来てると思いますか？これあんまりその私歌詞の良し悪しというかがなんか昔からあんまりピンときてなくて、そうなんですよね。唯一影響を受けてる方がいるとしたら、ピノキオ P さんっていうボカロ P の方がいての神っぽいなっていう曲があるんですけど、その人の歌詞が小学生でも分かる言葉を使ってすごくない表現、世にない表現、面白い表現をするんですよ。例えば愛のネタバレ別れっぽいなとか、全部分かる言葉なのに、あ、確かにみたいな、なんかこう面白い表現をしてるのがすごく衝撃を受けて、結構こう私の歌詞って2パターンですごくこう詩的文学的な、歌詞の曲と、言葉遊びが面白い曲、ありますね。そうですね。言葉遊びが面白い方に関しては、本当にピノキオ P さんにめちゃめちゃ影響を受けてて、でもさ、今の歌詞とかの名前とかいろいろもろもろ間違ってるかちゃんとチェックして間違ってたらカットしてください。はい、ありがとうございます。そうですね。でもそれをすごくそう感じたんですよ。その本当に2種類、また次週でもねアルバムの話とかもちょっと伺いたいと思ってるんですけど、その、いわゆる SNS 時代の今、そういうそのショート動画にもぴったりなちょっとからくりがあるような言葉の使い回しだったり、その綴り方みたいなものもあれば、本当にそのご自身の内側に向いた本当に自分の心を綴っているような楽曲もあって、その2種類があるから、なんかどっちもでも今ちゃんの言葉だし、それはどっから来たんだ、この 2way はどこから来たんだろうっていうのをすごい思ってたので、実際じゃあそのなんていうんだろう、ストーリーテリングなそのご自身の文学的な言葉たちっていうのは特に意識はなくですか？そうですね。そこは本当誰かに影響を受けたとかでもなく、もともとそっちから始まったんですよ、私の作詞というか作曲で。だからなんかこうむしろ、ゴールデンタイムっていう曲を書いたのが結構きっかけで、なんか曲凡人様とかの流れでなんかこうすごくそっちの方面、面白い言葉遊び方面のなんか才能が開花し、道が開けたっていう感じですね。やっぱり書いてて楽しいですか？そっちの方も楽しいですね。なんかこうそもそもそっち路線の曲ってやっぱりラップ調だったりとか、なんか韻踏んでたり、なんかこうテンポじゃなくてなんだっけ、ビートとかが独特な曲が多いので、なんか本当楽しみながらラップの気持ちで本当ポン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 っていろんな言葉出してみたいな、で来たみたいな、すごい面白い表現来たみたいなってなる、こうアドレナリンみたいな感じで作ってることが多くて、逆にその詩的な方はなんかこう美しさ、日本語の美しさみたいなものをすごく重要視してるので、曲自体も美しい曲が多いので、そうですね、すごく思いました。なんかこう美しさに惹かれながら、ちょっと酔いながらこう作るみたいな、だからどっちも違った気持ちよさがある感じですね。そうですね。やっぱりね、一人の人間もなんていうのかな、いろんな一言じゃ言えないじゃないですか。その人の性格だったり、感情って別に白黒じゃつけられなくて、なんかそれをしっかり両方 120% 出しているなっていうのをすごく感じて、でもこれってなかなかなんていうのかな、器用じゃないとって言ったらあれですけど、器用なのか、それかめちゃくちゃその分析して、ちゃんと自分をある程度俯瞰で見れてるからこそできることだよなっていうのをすごく思って、なるほど、そういう目線もあったりするんですかね、今ちゃん的には。私なんかこう逆で、
すごいいろんなことを確かに分析してるし、紫今として次はこういう曲を出そうみたいな物語みたいなものも意識したりしてるんですけど、意外とそのジャンルが幅広くなってることに関しては、なんかそもそもその私の曲作りを始めた動機というか今もなんですけど、してる動機が自分が聴きたいものが世の中にないから自分で作っちゃおうっていうところからその DTM とかが始まったんですよ。だから最初に作った「エンミール」って曲もすごく K-POP とボカロといろんな要素が混じってて、そういう曲が世の中になかったからあるかもしれないけど探しようがないくて、じゃあ自分で作っちゃおうっていうのがきっかけだったので、今作ってる全ての曲もそうなんですよ。だから凡人様とか合法パンチみたいなそういう言葉遊び面白くてビートが良くてみたいな曲を聴きたくて作っちゃおうで、なんかスイカとか最愛みたいな美しくて詩的な歌詞で人の心を刺すような曲も聴きたいから作っちゃおうとか歌いたいから作っちゃおうってやってたら気づいたらなんかすごくこうなってっちゃってたみたいな。そうなんですよ。じゃあ基本は、曲作りのその発端っていうか一番最初に来るのはやっぱり何を歌いたいか何を出していきたいかっていうところからってことですね。そうですね、聞きたいかみたいな、何を聞きたいか、ですね。だから聞きたいっていう目線が雑食すぎて多分幅広すぎるから何でも好きなせいで何でもになっちゃってるみたいな、なんか逆にこれでいいのかなってふと我に返る瞬間とかもありますし、最初は結構悩むっていうかなんかなんだろう、これ大丈夫かなって思いながら、なんか結構こうアーティストとして商売的目線で言うときっとなんかジャンルを絞った方が、で刺さる層を絞ってアプローチしていくみたいなのって正しいやり方だと思うんですよ。その逆をやってるから、これってなんかこういわゆる方向性が定まってないとか、言う人はね、そうとかっていう意見もきっとあるだろうから、大丈夫かなって思ってたんですけど、エマルションっていうアルバムをこの前出して、乳化っていうこの油と水とかっていうものが混ざったっていうこうコンセプトを掲げて、なんか時点でようやくなんか自分の中でいやこれが紫今のなんだっていう、もう新しいニュージェポップを自信を持って提示しようっていう、もうジャンルなどもうこれが紫今ポップスですっていう風に開き直ろうって、もう最近はようやくなんかこんだけ曲出してようやく固まってきたな、色があって思いますね。それで15曲の超大作アルバムが、あれでファーストですものね。すごい、本当にすごいですね。いやでも一曲一曲がそう本当にジャンルこれって言えない、その今ちゃんの楽曲、今ちゃんってこういう人だっていう、じゃあ R&B シンガーだとか、そのなんだろうソウルシンガーだっていう風には言えないけど、でもそういう曲たちをその一曲一曲毎回向き合って作ってこられたわけじゃないですか、でそれで今一つの一枚の版になって、で実際に今いろんなところでライブをされて来てくれるファンの皆さんがいらっしゃるわけですよね、もうそれだけでまず一つみんなは来てくれてるみんなはもう今ちゃんの音楽が好きで来てるわけだし、それが今ちゃんだって思って心から反応してその音楽に触れたいと思ってる人たちがいるわけだから、それでまずめちゃくちゃ自信を持てることというか持ってほしいことだと、誰だろうって感じですけど私は思っているし、私もその本当にいろんな音楽を聴いてきて、例えばルーツなんですかって言われた時に、強いて言うなら、R&B が一番その聴いてきた中では好きだけど、私も K-POP めちゃくちゃ聴いてた時期もあったし、ちょっとブルース系の曲とかも結構聴いてきた、ロックも一時期めちゃくちゃ聴いてきたって、結構本当いろんなところを通ってきたので、一個これって縛るのが苦しいタイミングって
結構あったんですよね、なのでその今ちゃんの曲を聴いて私個人的にもなんかすごく気が晴れたというか、なんていうんですかね、なんかそうだよな、迷わなくていいよなっていうのをすごくこれでいいんだみたいな、そう本当にそう本当にそう、それをすごく思ったので、多分聴いてるね、同じ同業者じゃないとしても、今ちゃんの音楽聴いてる人たちは本当に自分が思う心のままに表現していけばいいんだっていうのをすごく感じていると思いますで、ありがとうございます。私が言ってますけど素敵なそんなことを思いました。いやちょっといろいろお話しさせていただいたんですけど、あっという間にちょっと今週はもうお別れの時間となってしまったようで、次の週にねつないでいきたいと思うんですけれど、まず今週を終える前に何かお知らせは今ちゃんありますか？ではお知らせさせていただきます。はい、お願いします。まず6月5日木曜日、東京ゼロコーリングに出演します下北沢シャングリラという会場で私は歌うので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。そして6月8日日曜日、栄スプリング、紫17時から名古屋クラブクアトロにて出演します、ぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。今夜のゲストはシンガーソングライターの紫今さんでした。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。